はい、ご視聴ありがとうございます。ブラックオプス初代木野田当店に住んでいたグフィ兄貴です。ですね、今回はテレビっ子難民ずっとテレビっ子であり続けながら、さすがにプレステ5だとゲーミングモニター必要じゃないと気づき始めた難民の方向けに動画を撮っています。また今までテレビでどんな暗くてカクカクした映像を見ていたのかっていうものと、今回の2020年に発売された ASUS2599 のモニター、またシャドウブーストと呼ばれる暗闇を照らす力がどれだけ強いかっていう比較を長々と垂れ流す動画に仕上げたいと思っています。コンパクトにね、スペックとか説明する動画はあるんですが、もうガチガチのテレビっ子でゲーミングモニターのゲの字も知らない子が、スペックや良くなった方の動画だけ見てもわけがわからないと思うので、一緒にお散歩しましょう。一緒にお散歩しよう。まずこのヤードと、あともう一個洞窟の方のシーンを一緒に一周しようかなって考えてます。そうすると暗闇がどんな感じで見えて、どんだけ索敵がモニター持ってた方々がやりやすかったかっていうのが伝わってくると思います。本当に違うのよもうずっとテレビっ子だったからね、今回もテレビで行こうかと思ったんだけど、本当に違う。でちょっと長々と申し訳ないんですけど、最初に自分のこちらの ASUS のおすすめ設定を説明した後に、一緒にお散歩しながら雑談をします。そんな構成ですね。なので迷ってる方、今若干背中を押すかな。で迷ってるけどそんなポジティブな印象がないネガティブな方は、買わなくていいかなっていう理由にもなると思うし、とにかく自分の目で見て判断してみてください。特にメリットデメリットの説明はしないです。映像を見てその人がいいかな悪いかなと思うのはその人の価値観なので、その違いを自分の目で考えて確かめてみてください。それではこのまま早速自分のおすすめの設定をお見せしたいと思います。このね、画角が違うのはコントラストをね、今 iPhone のカメラで画面を撮ってるんです。自分の目の位置で自分と似たような、形で見えるようにしてあります。でこちらが、ゲームビジュアルでいろんなシーンを選ぶことができます。今 FPS モードになってるんですけど、簡単にね、自分で細かい設定しなくても多少はこれで違った印象を持てるんじゃなかろうかと。COD 向けに、この動画を作っているので FPS モードで説明します。FPS モードでブルーライト低減、ブルーライトね、実は科学的根拠全くないんですよね。なのでゼロにしてます。で色の明るさは87、コントラスト80。あれ、明るさ87だったっけな。もうちょっと下げた気するな。で再度50でカラーは暖かい。これはもう完全好みでいいと思います。敵が豆粒でも動いているのが見えればいいので何でもいいんだけど、私はね、一応コールオブデューティー冷たいゲームじゃないですか。心を温めるためにカラーは暖かくしています。で肌の色合いは自然にしています。でこの鮮明度60ですね、こちらを鮮明にすりゃいいじゃんって80、100とかに上げると、この輪郭とかがギザギザします。ちょっとやってみようか。わかるかな。あんまわかんないなあんまわかんないな。ごめん、カメラ越しだとあんまわかんない。
でトレースフリー、これはね一般的には40おすすめされてるんだけど、私は今はウォーゾーンやってみて、60がベストだったんで60に設定しています。でビビットピクセルが50、これもね上げすぎるとザラザラすんの、ザラザラすんだけどね、ちょっとねごめんね、カメラ越しだとわかんない。おすすめは50、 ASCR はオフで、バリアブルリフレッシュレートはオンで、これですよ、これなんです。ゲーミングモニターで一番必須なのはシャドウブースト。このシャドウブーストがあると暗闇がその色のままはっきり映り、その色のままはっきり見える。家に帰ってきて電気つける前と電気つけた後の見え方の違いぐらい違いがある。消えちゃった。でこのシャドウブースト、今ちょっといじりますね。見えてるやんってなるね。これね見えてるやんってなるんだけど、これ待ってね、違うの。 FPS モードだからかな。ごめん、モニターがいいからね再現できなかった。後でこれ再現します。どんだけ見えなくなるのかっていうのを後で再現します。でシャドウブースト、基本これベンキューとか ASUS とか Acer にはついてるはず。 IO データか、 IO データベンキュー ASUS の基本モデルにはついてるはずです。ネーミングは違いますけどね。でサウンドは基本モニターなので音悪いのでミュートです。私は HDMI の1につないでます。でこちらの ASUS2599 の HDMI は 1.4 ですが、これで十分です。PS5 は、2.1 対応なんですけど、2.0、2.1 対応で 4K、8K で200超えのヘルツとか数十万払ってプロ目指してるっていうレベルになっちゃうので、基本家で楽しむレベルなのであれば、その HDMI に今はこだわる必要はないと思います。これから先廉価版が出て、その廉価版のゲーミングモニターが2年後とか出た時に買い替えればいい話で、今は裏返っちゃった。今はこのぐらいの、性能で私は十分だと考えてます。でシステムで言語、システムで必要なのはこのぐらいですね。日本語を選択すれば日本語でいろいろ設定できるので、言語設定してここは自分のお気に入りを入れられます。はい、これが以上私のおすすめ設定でした。でこれから一緒にお散歩します。まずこのヤードを散歩して、言い直す。まずこのヤードをおすすめ設定で散歩した後に、テレビで見てたような設定にわざと悪くしてもう一回散歩します。でそしたら違いがわかるでしょ。でもう一つは、洞窟のシーンでまた一周して、でその洞窟をまたいろいろコントラスト下げて暗くして一周します。はい、もううだうだとね、さっさとやれよってもここにいないでね。じゃあ散歩していきますか。ここ覚えておいてください。こういうところが今めっちゃ見えやすくなってるのね。こことかね、このベニヤの色とかテレビだと見えません。私のね古いテレビだと見えないです。
すごいよね。もうライトつけたみたいにこう見えるんだもん。もうチート級ゲーミングモニターのこの明るさ度合い。この階段も家の階段みたいに明るいし、この2階から2階を見えやすさ、あとこういう隙間とか、テレビだとね、この窓の中にこの窓の線があるってはっきり見えないんですよ。でもゲーミングモニターの場合だったらもう遠くまではっきり見える。でこのドアもここまでがドアで、ここは暗闇だよ。しかもこの暗い中でもちゃんとフロアの床の線が見えるでしょ。でこちらもコンテナはここにあって、この柱の横に顔出しされたとしても見えます。こちらの建物の2階も2階の床はここまでで、こっちが2階の壁だよっていうのが見えますね。説明細かいよね。細かいんだけどね、これテレビっ子に伝えたいのでちょっと結構長い動画になるかも。ほら見えるでしょ、これ自分の部屋みたいに。ここもそう。ここもねテレビだと暗くて見えなくて、ここもテレビだと暗くて全く見えないです。こことか座ってたらもう絶対先打ちされちゃうもんね。一応見当つけて打ったりはするんですけどね。でもう本当に昼間真っ昼間だよねこれ。ここも今赤色とかラジオとかはっきり見えてますけど、こういうところもテレビだと見えないです。で基本この建物から向こうの建物のこの内部に顔出しされたら真っ暗で何も見えません。もう見えないものだらけですね。でフレームレートも足りないからカクカクするし、もう本当に見る世界が違うと思います。あれさっき説明したかな。画角がちょっと近づきすぎてるのはコントラストの違いを見せるためで、全体を映すとそれが曖昧になっちゃうので、わざとこの画角で撮ってます。ご了承ください。ではい、定位置戻ってきましたと。はい、こっから次は映りの悪いテレビモードでやってみたいと思います。はい、テレビ噛んじゃった。テレビモードで今度は一緒にお散歩しましょう。嘘やん、こんな暗いはずないやんと思ってるゲーミングモニターのリッチなあなた、本当ですよ。テレビだとこういう映りなんですよ。特に古いテレビ8年前10年前かな。一応ねレグザなんだけどね、さっきとわかるかな、全然違うの。できるだけ近づけてるつもりなんだけど、カメラ越しなんでね少し限界ありますけど、それでもこれでもまだ画像いい方じゃないかな、テレビより。ASUS のモニターをいろいろコントラストとか下げて、カメラの明るさも下げて映してるので、輪郭はテレビよりくっきり綺麗に映ってますけど、このぐらいですよ。こんな中テレビっ子は戦ってるわけです。では一緒に散歩しましょう。ほらこことかさっきより暗いのわかるかな。こう入ってくのドキドキなんだよね。ほらわかりますここ角待ちされたら絶対見えないやつ、テレビっ子が本当に見えないんですよ。じゃあテレビ明るくすればいいじゃんとかさあるんだけど、そうするとね白飛びするだけで暗いところがこの暗い色のまま白飛びするだけなんで、はっきりした輪郭は出てこないんですよ。これがゲーミングモニターとテレビの違いです。ほらスコープ使ってやっと見える感じ。こういう中でテレビっ子は
日々ゲームをしています。新しいゲームとかね、新しいゲームじゃない、新しいテレビを持ってる方はこういう見え方しないのかもしれないんですけど、ほら、もう全然見えないのね。こういう隅っことか伏せてたりとか顔出しされた場合、テレビ勢は結構苦しみます。あとここね、さっき言ってたコンテナの輪郭が見えずに全部が影になってるので、顔出ししてるのか敵がいるのかすら見えない。で、こちらの建物が扉はあるのはわかるんだけど、ちょっと暗すぎかなこれちょっと待って。少し調整した。少し調整したけど、この2階の床と2階の壁が同色になってるの分かりますかね。全然見えないのね。ここで顔出しされたらもう見えないし、ここも見えないし、ここも見えない、ここも見えないって見えないとこだらけなんですよ。で、長いけど、本気で買うの悩んでる人はぜひ参考にしてみてください。ほら、さっき言った通りに照らされてないんですよね、部屋の中が。家に帰ってきた時にまだ電気つけてない状態、こんな暗いんだよね。レグザのゲームモードにして明るさも明るくしてやってこのぐらいです。多少はこれより明るくなりますけど、白飛びしてなんか全体に色がなくなりますね。なのでこの中入るのも勇気いるし、ほらここ、さっき言ってたここも暗いでしょ。でここでだいたい絶対対峙するじゃないですか。こっちとかこっちとかこっちとか。このね、顔出しされると、このちょび顔出しは基本テレビっ子超絶弱いです。経験値でカバーできるけど勝率は悪いですよね。ほらここもさっきと違って、ここまで入ってこないと、電灯の下まで来ないと、なにどうしたなんかアンロックされてたけど、ほらわかるかな。ぜひ巻き戻しして比べてみてください。買うの迷ってる人。部屋に入るドキドキ感がテレビっ子は半端ないんですよ。かなり度胸を持っていつも飛び込んでます。まあゲーミングモニターのプレイヤーの方々もそうだと思うんですけど、もう見当のつけ方が結構ギャンブラーなんですよね。こんな見やすいところないでしょってゲーミングモニターの方は思うかもしれないんですけど、テレビだとここも見にくいんですよ。こんな感じでとにかく暗い。今ちょっと引っかかっちゃった。でこうちょい見したとしても、この暗闇で見えないから、こんな近くでもスタンスコを使うとかね。この見えなさが伝わったかな。伝わったらいいんだけど、ごめんね、なんか尺が長くなっちゃって。ただ、はい、元の場所戻ってきました。この見えなさとお別れするのはプレステ4、プレステ5のタイミングかなと思います。プレステ2、3、1、2、3、4まではどんなにラグくてもカクカクしててもフレーム飛んでても気合でゾンビとか乗り切ってましたけど、プレステ5
の遅延は結構致命的なんじゃないかなっていうのと、プレステ5発売前後で一気にモニターがなくなる予感がします。なので迷ってる方はもう買っちゃって、なんか廉価版出たら売っちゃってでいいんじゃないかなって、私は結構楽観主義者なので思っちゃってますね。プレステ5やろうとしてモニター買っときゃよかったっていうよりかは、買っても意味なかったな、まあいっかって思っちゃう方が私としては気が楽ですね。まあそれは自分の個人的な意見なんですけど、じゃあ次のシーンへレッツゴー。多分これ見てる方、かなりモニターを購入する本気度が高い方だと思います。で、大事なのはなんだろうな、全てを撮ろうとするんじゃなくて、4K で 120Hz 出て、HDMI ポートも最新でとか、そういった欲張りな感じじゃなくて、4K とかそういう RPG とか、あれ RPG だっけ、あれロールプレイングゲーム RPG か、なんか COD のランチャーと混ざっちゃうんだよね。そういう FF 系と、またダークソウルとか、そういったものはテレビでやればいいと思うんです。ただとにかくフレームレートが重要な、画質よりもとにかくコンマ何秒の戦いの方は基本ゲーミングモニターでいいんじゃないかなと思ってます。すごいですね。皆さん本気度高いですね。ここにいらっしゃるテレビっ子たちは。ですね、洞窟では最初にテレビから見た視点、その後に私のおすすめの ASUS2599 の明るさで一周していきたいと思います。じゃあ一緒に散歩しましょう。雑談でもしながら。わかるかな、この暗さ。こんな暗い中でやってんだよ、テレビっ子。古いテレビっ子ね。あんま頻繁に買い替えれない古いテレビっ子はこんな中やってるんです。こことかも全然見えないの。よく戦ってたよなーって自分でも思うぐらい、皆さんもそうだと思うんですけど、こことかさ、ゲーミングモニターだとテレビに近づけてもコントラストがはっきりわかるから、敵が動いてもわかるね。すごいすごい。このドキドキ感、まだちょっと暗すぎるかな。そんなことないか。こんな感じなんですよ。で、雑談を挟んでいくと、さっきも言ったかもしれないんですけど、この ASUS2599 は TN じゃなくて IPS です。TN より一般的に反応が遅いと呼ばれる IPS のタイプなんですが、こちらは2020年の最新型なので、遅延も特にないです。私的にはおすすめですね。視野角も広くて、色も綺麗で遅延もなくて、で TN の便球とか今人気あるのは2018年度モデルがほとんどなんですよね。若干2年程度遅い感じかな。で TN パネル TN だから、色彩はどうでもいいんだけど、でもそれでもやっぱ新しい方がいいよねっていうので、私は ASUS の2599を選びました。こんな感じで暗くて、でこのモニターは 144Hz なので 120Hz に対応、 HDMI1.4 なんだけど PS5 のフル HD で 120Hz 対応しているはずはず。他の YouTuber とか嘘ついてない限りしているはず。こんな感じで暗いよっていう、暗いお散歩だったねっていう感じですね。じゃあ次にね、自分のおすすめの明るさでこのモニターでチェックしていきたいと思います。引き続きよろしくね。はい、設定を自分のおすすめに変えてみました。少しこの辺
白くなっちゃってると思うんですけど、ご了承ください。どうしてもカメラ越しに映しちゃってるんで、ご勘弁ください。では一緒に散歩していきましょう。すごくないですかこれ。洞窟入ってる感じしない？なんかさ、自分のちょっと秘密基地に遊びに来ました的な。丸見えね。丸見え遠くまで。もうほんと、アイヤーとかアイシバーだっけ、粗品さんの。楽しいね、粗品さんの配信。で、すごーい、もう、家の中の明るさだよね。こんな中やってんの、ゲーム。ゲーミングモニター勢よ。丸見えじゃないか。隠れていたつもりが、丸見えじゃないか。伏せても顔出ししてもこれだと丸見えだよね。すごい。すごい、全てが照らされてる。もう闇の世界じゃないよね。本当にさ、屋内なんか丸見えじゃん。だからといって白飛びしたり色が潰れてるわけじゃなくて、全てがはっきりした色合いの中浮かび上がるように際立って明るくなってるんで、ほんとチートレベル。ゲーミングモニターってチートなんだなっていう語弊を語弊を恐れず言うと、もうチートアイテムですよ。どなたかだったかブログか動画でモニター選びで迷ってる時におっしゃってたんですけど、おっしゃってたか書いてたんですけどね、リスニングじゃない、ヘッドフォンにいいお金を費やすんだったら、モニターにその分お金かけて、ヘッドホンやイヤホンは数千円かけた方が勝てるって書かれてたんですけど、マジでその通りだと思う。私はどっちかっていうと映画とかメインで見るので音響にお金をかけるタイプだったんですけど、今回のこの脱却テレビっ子制作実行してみてもう痛感しました。音ゲー、いや音なしでこの明るさ、もうヘッドホンとかイヤホンせずにこの明るさであればそれなりにキル取れます。音しなくても。本当に視覚情報が10倍上がったと言ってもおかしくないぐらい。何これ、こんな世界があったんだ。すごくないですか、テレビっ子たちよ、世のテレビっ子たちよなんか十分だよ。 4K とかじゃなくても十分だし、そもそも 4K の 120Hz 以上のモニター買うお金あるんだったらちょっと違うの買うな。私は他の趣味に費やしたいかな。こんな感じで全然違うよって分かりましたか？これね、すごいよね。本当にさ、十分だと思います。なのであくまでグーフィー兄貴の個人的な意見ですけど、もうすでに都内では売り切れまくってます。未入荷、入荷未定かな。多分部品が集まんないとか、いろいろ工場のストップとか流通がうまくいかないのもあって、144Hz 以上の手頃なモニターは売り切れまくってるんで、もし PS5 に間に合わせたい人がいるんであれば、ちょっとこの長々しい動画の比較を見て悩んでみてください。多分プレステ5発売時期に途端に手に入らなくなる気がします。他の新しいモニターの発表前に多分底つくんじゃないかな、在庫。だってこんだけ見やすいもん。別にキルレを上げたいとかじゃなくて、ただゾンビのモードが暗すぎてゾンビの位置が全くわからない中、またフレームレートも低い中でカクカクしながらゾンビに殴られて死ぬのが嫌なので今回買ってみました。コストパフォーマンスはかなりいいと思います。ゲームが趣味ならね、時々やる人だったらちょっとどうかなとは思うんだけど、もうゲームが友達っていう人は投資しちゃっていいんじゃないかな。もう見てわかるでしょ、この暗闇の違いが。全然
見えるもん。さっきからそれしか言ってないんだけど、なので今回のはプロゲーマーの方や実況者の方、またゲーミングモニターを本来使っている若い世代の方向けではなく、今までのプレスでずっとテレビでやってたよっていうテレビっ子向けの動画になってます。なのでこれだけ長い尺を取りました。実際こんだけ走ってみないと違いがわからないと思うので、今回は、カメラは iPhone の、フィルミックプロというアプリを使って編集しています。多少明るさの調整をしているのはご了承ください。こんな長い動画よく最後まで見ましたね。本当にありがとうございます。ですね、とりあえず最後にテレビっ子、本当にテレビしかやってこなかった人向けに背中を押す言葉をかけるとすると、予想が外れたらごめんなさい。先に言っときます。予想が外れたら本当にごめんなさい。PS5 発売時期に 144Hz 以上出るモニターはほぼ手に入らなくなると考えてみていいと思います。現時点で都内でも手に入りにくいです。Amazon でも入荷未定もいくつか出てきてますね。なので本当にお金持っている人で 4K のかつ HDMI2.1 に対応してて、かつもう 144Hz 以上の、フレームに対応してる、もう5万以上、下手したら数十万するようなモニターを買える人は買わなくていいです。金持ってるんでね。でも現時点でなけなしのお小遣いでゲームが趣味でもテレビだとフレームレートがもう60以上出ないし、プレステ4も60以上出ないし、現時点では恩恵預かんないですけど、 PS5 出た時点でフレーム60以上出したいと、でフル HD でとにかくカクカクした動きを省きたい、そういった本当に生粋のゲーマーの方には非常におすすめします。この ASUS2599 じゃなくてもいいんです。勉強でもエイサーでも IO データでもLG でも何でもいいです。とにかく先に買っておいた方がいいんじゃないかな。年末年始とかボーナス出たら多分ね、もう買えなくなるよね。それに向けて生産はしてると思うんだけど、プレステ5の販売時期には間に合わないんじゃないかな。すごいよ。リアルタイムで見てても買おうって言ってる民、これから買うぜ民がいっぱい発生してきてるので、ぜひ迷ってる方は自分で見比べてみて買ってみてください。で、絶対新しい方って出るんですよ絶対どんどん技術革新して新しい方は出るんだけれども、2020年2021年 PS5 スタート時期に一気に快適なフレームレートでやりたい場合はもうこれで手打っちゃっていいと思ってます。はい、責任は持ちませんよ。ただテレビよりは確実にいいはずです。レグザの最新持ってる方は別ですよ。レグザの最新持っててそれなりのフレームレート出してくれるテレビだったら別なんですけど、昔ながらの少し前のテレビ使ってる方であれば先にゲーミングモニター買っちゃった方がコスパはいいんではないかと私の計算上は思いました。そのぐらいかな。なので、プロや実況者の方、またゲーミングモニターに詳しい方やその他もろもろのアンチファンの方、なんだアンチファンっての方は納得いかない動画だと思うんですけど、普段テレビの画面しか見てない方にとっては結構いい比較になったんじゃないかなと思います。コントラストや暗闇の照らし方でね、シャドウブーストと呼ばれる暗闇をそのままの色合いのまま、そのままのコントラストのまま白飛びせず浮かび上がらせるこの技術には驚愕ですよね。もうこれだけで一番新しいコールドは楽しめるんじゃないでしょうか。すいません、長々お付き合いいただいてありがとうございました。もしかしたら気が向いたらまた動画作るかもしれないです。
ぜひゲーミングモニター購入考えてみてください。これはアフィリエイトでも何でもないです。ただ個人の趣味です。それではまた会う日まで、次回作でも一緒の戦場で楽しみましょう。それではまた。じゃあね。